使いやすいパワー。足は柔らかめなんだけど、乗り心地重視なんですかね。ちょっと足柔らかいかな。ふわっと浮くのがちゃんと上からニュートラルに入りますね。これはポイントが高い。ハンドル周りもなんだかすっきりしてるのいいですね。ボタンもシンプル。足つきもいいですね。両足母子球がつくぐらいですね。あと軽いバイク。MT-07 のいいところは、レスポンスがいいですね。エンジンので軽くて、取り回しも良くて、ひらひらと乗れますね。ほんとパワーとトルクがある中型バイクって感じですね。で足つきもいいですし、姿勢は楽ですね。で、癖もそんなにないんで、なんか悪いところ思いつかないですね。で、多分その個性がないところがもしかしたら悪いところなのかもしれないと思いました。なんか街乗りとか快適に乗るのはすごく楽しいんですけど、もしかしたらバイクに飽きちゃうかもなって、思いました。ただライディングは楽しいですね。ストレスなく快適に走れてます。一方でそうですね、 MT-09 シリーズほどはパワーがなくて、パワーというかトルクがなくて、上に抜けていく感じもちょっと弱いですね。排気量も気筒数も少ないので、そういう特徴なんだと思いますが、ギア比もあってか、下からの加速感は MT-09 とあんまり変わらないかもしれないですね。09のモード3とか4とかと同じぐらいかなって感じです。このバイク90万しないぐらいですよね、確か。乗り出しはもしかしたら100万近いかもですけど、ひょっとしたら高級な中型車より安い可能性がありますよね。中型車よりは明らかにトルクもパワーもあると思うので、全然このバイクでいいんじゃないかなって思いますね。欠点がない。セッティングのせいだと思うんですけど、足回りがちょっとぐにゃぐにゃですね。だからそんなに MT-09 ほどパワーないんで恐怖を感じたりはしないんですが、足回りをもう少しだけカチッとすると、街乗りで姿勢がよく変わるシチュエーションでも全く不満がなくなってしまいそうです。ちょっとこの前後ブレーキしててもぐにゃんぐにゃんする感じが気になっちゃいます。振動も思ったより大きくはないですね。レンタルバイクで1万キロぐらい走ってるもんなんで、慣れてきてるのかなとも思いますが、気になる振動というか、なんか
鼓動が強くて手が痛いなんてことはなさそうです。いい加速しますよね、本当力強い感じ。あと排気音すごく小さいですね。もう50キロ60キロぐらいでしたら風切り音で全く聞こえないぐらい静かです。自分好きなんですけどね、静かなバイク。この前 S4 乗って最初すごく感動したんですけど、脳が震える感じはあったんですけど、でも10分ぐらいで、もういいかなってなってしまったので、こうドロドロと力強いこう重低音が響く方が自分は好きですね。本当に負荷がないバイク